コン、スマートフォン、そして iPad。体に障害がある人にとってこれらのデバイスは生活の中の不便を解消することができる重要なツールだと思います。こんにちは、ゆうしんです。今回はそういったいくつかのデバイスを頸髄損傷で手足が麻痺した僕が普段どのように利用しているのか紹介していきたいと思います。まずはじめにスマートフォン。手に麻痺があるとスマホ本体そのままの状態で操作するのは難しいので、スマホカバーにリングを取り付けて親指に引っ掛けるようにして扱ってます。こうしておけば手が滑って落としてしまうことも防げるし、もし床に落としてしまった時にも拾いやすくなります。画面のタッチ操作は右手の小指第二関節のところで器用にやっていて、この辺りは実際触った感覚がないので自分でもよくやってるなって思うんですが、手のいろいろな場所で試した結果、この場所が一番やりやすくて、今では慣れて全くストレスなく操作できています。スマホの機能で生活の中の不便を解消することができたと思っている一番のことは何といっても買い物での場面です。最近は電子マネーで支払うことができるようになったので、買い物のハードルがだいぶ下がったと思います。それまでは手に麻痺があるので会計するとき、お金を出すときにいつももたついてしまって、それが不安で買い物をためらうってことがよくありました。それが今ではスマホを端末にかざすだけで一瞬で会計が終了します。一応使えない時のためにクレジットカードとお札を数千円財布に入れておけば、小銭は一切持ち歩かなくてもよくなったので、財布も小さく軽くできます。スタバに行った時もアプリの QR コードで一瞬で支払いが終了します。ちなみにスマートフォンなどで音楽を聴きたい場合に利用するイヤホンはビーツのパワービーツというものを使ってます。これは左右のイヤホンがケーブルでつながっているので、手に麻痺がある人にとっては扱いやすいですし、もし床に落としてしまっても難なく拾い上げることができます。ケーブルがない、例えば AirPods なんかだと絶対床に落としてしまってなくしてしまいそうなので、今後も利用することはなさそうって感じです。次はこの動画を作る上でもなくてはならないデバイス、パソコン。キーボードのタイピングは指に自助具をつけて行っています。これは作業療法士の先生に作ってもらったもので、自分の指の形に合わせてしっかりフィットするように作っています。麻痺で5本の指を有効活用できないのでタイピングはめっちゃ遅いんですが、これでなんとかやっているって感じです。カーソルの操作はケンジントンのトラックボールを利用してます。手に麻痺があると普通のマウスでは操作することが難しいんですが、これを利用することで問題なくストレスなく操作できていると思います。そして手に麻痺がある人にとってコマンドを押しながら S などのショートカットキーは難しいと思うんですが、そういった操作は設定で変えられる複合キーというものをオンにして利用しています。設定でその複合キーをオンにすると、コマンドやシフト、オプションなどのキーが一度押すと押したままの状態を保つことができるので、コマンド S など2つのキーを同時に押さなくてはいけないものでも1つずつ押して簡単に利用することができます。コマンド S、コマンド C、コマンド Z、さらにシフトコマンド S などの3つ同時に押さなければいけない操作も複合キーで簡単にできちゃいます。ちなみにスマホ、パソコン、iPad などでメモを取るときやスケジュール管理、文章を考えるときなどは全て Evernote というアプリを使って管理しています。これはそれぞれのデバイスにこのアプリを入れておくことで全て同期してくれるめっちゃ便利なアプリで、いつどのデバイスで開いてもメモや To-Do リストは更新されていますし、途中まで書いていた文章も他のデバイスですぐに続きから作業を始められます。次に必ず必要なものではないけど持っておくと便利な iPad について。基本的にやれることはスマホと一緒なんですが、画面が大きいので見やすく作業がしやすいもの、それが iPad という位置づけになってます。パソコンで作業するときはさっき紹介したトラックボールが必要になりますが、
画面をタッチすることができる iPad はそれがなくても操作できるので、外出先でちょっとした作業をしたいとき、カバンに入れておくと便利です。パソコンとトラックボールをバッグに入れて持ち運ぶよりも iPad 一つバッグに入れるだけなので、圧倒的に荷物が減ります。そして外出先以外でも自宅にいるときに iPad は大活躍します。具体的にはパソコンで作業するときの補助的な役割や、それからトイレをしているときの YouTube 視聴、ベッドで寝る前に電子書籍で読書をしたり、それから麻雀をするときも牌が見やすくてとてもやりやすいです。ただ用途によっては便利な iPad なんですが、集中してキーボードを使って文章を打つ作業の時は一つ一つのキーが大きいパソコンの方が圧倒的にやりやすいと感じてます。 iPad につけるマジックキーボードというのがありますが、やっぱり一つ一つのキーが小さくてやりにくさを感じてます。それからタイピングしている時に手が画面に当たってしまって書いている場所が変わってしまうこともしばしばあるので、そこも気になるところです。ということで iPad は必ず必要なものではないけど、用途によってはあると便利なものといった感じに思ってます。ちなみにもう一つ代表的なデバイスで Apple Watch がありますが、便利そうだなと思いながらも今のところは利用してません。理由は車椅子を漕ぐときに手首あたりをガシガシ使うので、それで擦れたりぶつけて壊れてしまわないか心配だからです。今知ってる腕時計は G-SHOCK などで、その辺壊れる心配がないので安心してガシガシぶつけてます。ただ Apple Watch があれば会計がよりスムーズになるし、健康状態を把握できる機能もあるようなので、少しだけ気になるといった感じに思ってます。ということで今回は頸髄損傷で手足が麻痺した僕の3つのデバイス利用方法を紹介しました。こういったデバイスは生活の中の不便を解消することができる重要なツールだと思うので、有効活用していきたいです。それでは今回はこれで終わり、また次の動画でお会いしましょう。この動画があなたの不便を解消するために役立てば嬉しいです。